皆さんこんにちは、こたつマニア、です。今回は、この円柱を使っていきますよ。ミラー、オンにして、左右対称。ペイントを使って下書きします。消すには、消しゴムをタップして、ドラッグします。10月19日は、レッカーの日、です。おめでとう、すべての、レッカーマニア。円柱の丸い形を利用して、急いで現場に向かう、レッカー車。そんな、レッカー、を、ノマドスカルプトでこねこね。レッツラゴー。アームの部分は、後で作ろうかな。下書きを書き終えたら、分割ツールの多角形を使い、切り抜きます。今回も、ノマドスカルプトは使いこなせていませんが、どうぞ温かい目でご覧くださいませ。次に車体にアクセントをつけます。セルマスクの多角形を使ってマスク指定。オブジェクト以外をタップして反転させて、ギズモで変形します。天井部分から車体下部まで、それぞれマスクで指定して、車体に凹凸をつけていきます。しばし、こねこね。さて、左右の車体を合わせてみると、不要な出っ張りができてしまいましたので、分割ツールの多角形を使ってカットします。マスクツールでトラックの荷台のへこみを作ります。マスク解除を選択して、不要なマスク部分を消します。マスクを反転させて、ギズモで下方向へ押し込みます。窓ガラスの部分にするため、車体をクローンします。分割ツールで、必要な部分を取り出します。ドアが完成するまで非表示にしておきます。セルマスクを使い、ドアを作ります。設定、セルマスクの高さを編集して、取り出す、をタップし、ドアを取り出します。そのまま車体を選択して、マスクを反転させます。ギズモで中へ押し込みます。そこへ、作ったドアをはめ込みます。分割ツールで、ドアに窓の穴を作ります。
窓ガラスのオブジェクトを表示させて、バランスを整えます。フロントガラス部分を作ります。マスクが後ろまで貫通していますので、マスク解除を選んで不要な部分を削除します。同様に後部の窓も作ります。正面と後部に下書きして、細部を作り込みます。今回も、ドラッグツールや、チューブツールを使い、作業を進めていきますよ。各ツールの使い方は、以前の動画、タイトル、クラブ、をどうぞご視聴くださいませ。同様に後部アームを作ります。チューブにツイストを加え、ロープっぽく編集します。タイヤを作ります。マスクで変形させると、中心からずれてしまいましたので、設定、ギズモの、原点を移動、をタップして中心へ移動させます。続いて、ベイク、をタップします。オブジェクトをミラーしたとき、正常に作用させるためです。ホイールは、レイズツール。今日も誰かの救難信号。時に人命に関わる、
大事なお仕事。でもちょっと、スピード出しすぎじゃないですか？助けて。変なのがついてきちゃった大丈夫。あなたに何かあったら、レッカー車に電話しますよ。お粗末様でした。